それではまずこの記者会見に先立ちまして、2001年より始まるこの大晦日の格闘技祭り、今年で10年目を迎えました大晦日10周年記念エグゼクティブプロデューサーの登場です。エグゼクティブプロデューサー、ロイ・ゴーコン・アントニオ猪木さんの登場です。元気ですか？元気があれば怒ることもできる。めちゃめちゃ大狂ってるんですけど、こういうまでなんか記者会見があるって言うんでね、分かったんですけど、そしたら説明を受けて何も俺が聞いてないっていう。社長に怒りに来て「てめえこの野郎頭丸めてこいこの野郎」「テキーラぶっかけんぞこの野郎」そしたらテキーラ飲んじゃって俺ということで何をやるんですかそうですか、元気がなくなった日本に元気をということでね、一つ大晦日頑張ってね、日本を元気にしたいと思います。よろしくありがとうございます。この2010年の大晦日に関しては、大晦日10周年記念エグゼクティブプロデューサーという立場で、関わっていただきますので、皆様お取り扱いの方よろしくお願い申し上げます。さあ、それでは、ここで、主催者であります株式会社 NEG 代表取締役谷川貞治よりご挨拶させていただきます。本日はお忙しい中、フィールズ、ダイナマイト、勇気の力の記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今年、大晦日 TBS さんと一緒にですね、大晦日の格闘技イベントをやりまして、ちょうど10周年にあたります。ちょうど10年前、猪木さんのプロデュースのもと、猪木軍対、K1 軍の、全面対抗戦というイベントをやってからですね、本当に大晦日格闘技界いろんなことがありました。この10年間が一つの区切りになってですね、またさらにですね、ちょっと最近格闘技界も元気ないというふうに言われてますけど、盛り上げていきたいなというふうに思っております。そして本日はですね、この後、いくつかのカードを発表していきますが、今日は、5つぐらい、発表しますけども、まだまだ、大物、たくさん豪華なカード、もう大晦日に向けてですね、今週どんどん発表していきたいと思いますので、K1 グランプリの方もですね、おかげさまで、すごい、大盛況で、盛り上がって終わりましたので、あと大晦日まで突っ走ってですね、いきたいと思います。本当に猪木会長のですね、エグゼクティブプロデューサーということで就任していただいて、あらゆるいろんな仕掛けを、していただけると思うんですけども、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。すでに先ほど控室でですね、どうせだったら海老蔵さんを出せというですね、指令をいただきまして、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではこの大会のまず決定しているカードなども含めまして、ドリームの笹原プロデューサーからご挨拶とお願いいたします。はい、本日は、ビーズダイナマイト勇気の力2010記者会見ご来場いただきまして誠にありがとうございます。私の方からは、今日、決定しております、対戦カードを発表させていただきます。すでに、発表しておりますのが1カード、ドリームフェザー級のタイトルマッチ、ピリアノ・フェルナンデス対高井宏之、このカードに、続いて本日、5カード、発表いたします。順番に申し上げます。まずは、K1 マックスライト級1マッチ、63キロでの試合となります。大和哲也対、西浦木明夫、大和対西浦です。もう1カード、ドリーム、フェザー級の1マッチ、宮田和之対宇野薫、
続きまして、ドリーム、ライト級ワンマッチです。川尻達也対ジョッシュ・トムソン、ストライクフォースのジョッシュ・トムソンと川尻達也です。持ちカード、こちらですね、ちょっとまだルール、最終決定しておりませんが、ドリーム競馬の、ミックスルールで行います。青木真也対長島自衛持雄一郎。で最後に、今日発表の、最後のカードです。ドリームウェルター級のタイトルマッチです。王者、マリウス・ザロブスキー対桜庭和志。以上、5カードが、本日のカードとなります。ちょっと補足で説明をさせていただきます。まずですね、タイトルマッチに関してなんですが、こちらはですね、10分、5分、5分、お尻に5分をつけた10分、5分、5分、15分ではなかなか、チャンピオンシップ、両者の、実力が拮抗してますので決着がつかないということで、プラス5分して10分、5分、5分、計20分でタイトルマッチを行います。こちらに関しては今後の、ドリームの中ではタイトルマッチは10分、5分、5分で、行っていきたいと思います。でその他のドリームルールに関しましては、昨年と同様、大晦日特別ルールということで、5分3ラウンド、5分3ラウンドで、行います。それからですね、もう一つ、説明をさせていただきます。先般、一部噂には上がっておりましたが、青木真也選手と、メレンデス選手のカードの経緯、ちょっとだけご説明をさせていただきます。もともとストライクフォース側と交渉を続けていたのですが、ストライクフォースとメレンデスサイドでの契約というか話がまとまらずに、こちらは当然ストライクフォースを窓口に話をしていたものですから、そこの話がまとまらないと、ちょっと先に進めないという状況になりまして、なんとか、話を引き続きやっていたんですが、最終的にはそこが、決裂というか話がまとまらずに、今回、青木選手と長嶋選手に、大晦日ということで、大晦日にしかできない、スペシャルなことをやらないかということで、両者に話をしたところ、両者とも、快諾をいただいて今日、発表になったということでございます。はい、カードに関しては私から以上です。ありがとうございました。それでは、出場する選手にこれから登場していただきます。まず最初にですね、大和哲也選手の登場です。続きまして川尻達也選手の登場です。宮田和幸選手の登場です。続きまして宇野薫選手の登場です。続きまして長嶋自衛持雄一郎選手の登場です。続きまして青木真也選手の登場です。それでは最後に桜庭和志選手の登場です。以上、今年の大晦日を彩る選手の皆さん、現在決まっているカードの選手の皆さんに登場いただきました。もう一度拍手をお送りください。
それではまず選手の皆さんから一言ずついただいて参ろうかと存じますが、まず大和選手お願いします。こんにちは、元公安ペンキ職人山本哲也です。ペンキ屋の仕事は10月いっぱいで辞めて、今後世界の選手と戦えるように練習環境を作るために11月からは今格闘技一本でやっています。働きながらの徳は積み終え、今は格闘家としての徳を積んで、大晦日ダイナマイトという素晴らしいリングで戦えるんで、しっかり徳を積み上げて見せれる試合をしたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて長嶋選手お願いします。全世界のアニメファンの皆様、おはようございます。長嶋茂元雄一郎です。今回ですね、ダイナマイトに出場が決まりました。格闘家としての夢なんで本当に嬉しいです。ただですね、オタクにとっては、29、30、31と、東京ビッグサイトで行われるビッグサイトっていうのが一番大事なんですよね。それに行けないっていうのが正直とても悔しいです。あと一つ、僕はこのリングで一つのことを、みんなに言うために戦います。オタとしてのメッセージです。最近、15日に可決される、東京都、青少年育成条例案、大反対ですね。やはり僕のやってる日本憲法と同じく日本国憲法では、表現の自由っていうのがあると思うんですよね。それはコスプレの自由でもあるわけじゃないですか。もしそれが仮に可決されちゃったら、僕のコスプレの自由が奪われるかもしれないんで、それをメインに、それを前面に押し出してオタとして大晦日に戦いたいと思います。以上です。それでは続きまして青木選手お願いします。はい、こんにちは、青木です。そうですね、ミックスルールということでまだルールも決まってないんですけど、で、出れることにすごく浮ついてるようなので、僕自身しっかり、練習するのは当たり前なんですけど、僕自身ちょっと頭にきてます。はい、そして K1 ルールが先か MMA が先かっていうことで揉めると思うんですけど、僕1ラウンドから K1 でいいんで、2ラウンド総合でいいんで、ぜひそれでやりたいと思います。はい、で2ラウンドになったら5体満足じゃ帰れないと思うんで、そこら辺よろしくお願いします。続きまして川尻選手お願いします。はい、このタイミングで VS 女子トムソン戦っていうカードが組まれたことに感謝して、そして組まれた意味だったり、本当に今この状態でこのカードを組む大変さだったりも分かっているつもりなんで、しっかり結果を出したいと思います。僕自身、7月の試合以降、本当真っ暗闇にいるような、ずっともう何も見えないし、何も聞こえないし、何も楽しくない、そんな状況なんで、KO一本しっかり結果出して、明るい日の下に戻っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて宮田選手お願いします。大晦日は久しぶりなんですけど、前回負けてるので今回勝ちたいと思います。それと今、6試合連続で勝ってるので次も勝って、その次タイトルマッチやりたいと思います。それとあと、自分ジムで子供を教えてるんですけど、今年は子供も頑張ってるので、応援しに来てくれたら一緒に入場して、しっかりいいところを見せたいと思います。以上です。続いて宇野薫選手お願いします。こんにちは、宇野薫です。大晦日ダイナマイトに出場できることを、関係者並びにスタッフの皆様に感謝しております。ありがとうございます。久しぶりの日本での試合、強い宮田選手との対戦、フェザー級という新しい階級への挑戦、いろいろプレッシャーありますけど、
自分らしい気持ちの伝わる良い試合をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして桜庭選手お願いします。どうも桜庭です。以上ですか。はい、ありがとうございました。桜庭選手でした。それでは現在海外で、調整を続けている選手お二方からコメントが届いておりますので、ここでご紹介させていただきます。まずジョシュ・トムソン選手からです。ストライクフォースを代表して日本に戻ってくることができて嬉しいです。川尻選手は世界最高の選手の一人であり、直前のオファーではありましたが、この試合を受けることはストライクフォースに対して、そして何よりもファンに対する義務であると感じました。大勢の日本人 MMA ファンに対しても、私のファイティングスピリットを見せることができる舞台としてはダイナマイト以上の舞台はありません。歴史に残るような試合をしたいと思っています。そして西浦ウィッキー明夫選手からのコメントです。どうもウィッキーです。大晦日バッチバチのお店します。 K1 の選手と総合の選手が体の力が違うって以上、トムソン選手と西浦選手のコメントをご紹介させていただきました。それでは、ここで質問をお受けしたいと思います。バウトレビューの井原と申します。青木選手にお伺いしたいんですが、当初メレンデス戦というプランが出てたんですけど、それが決まらなかったことについて今どういったお気持ちでしょうか。そうですね、どういったお気持ちですかって聞かれても、それを察せれない気持ちが残念というか、はい、どうなんでしょうね。僕自身はすごく楽しみにしてたマッチメイクなのですごく残念ですね。でも今あることを頑張るということが僕のやり方なので、次の試合を一生懸命頑張りたいと思います。TBS 青木と申します。アントニオ猪木エグゼクティブプロデューサーに伺います。猪木さんがエグゼクティブプロデューサーということでファンの期待も高まると思うんですけれども、今後何かサプライズという可能性もあるんでしょうか。俺に振らないでください。猪木さんご自身の中に何か構想はおありですか。詩集にもあるんですが、バカになれとことんバカになれ、恥をかけとことん書いて恥かけば本当の自分が見えてくる。一つは50年ちょうど経ちましたが、今日はその中でリングから人生哲学というかね、そういうものをまた後ろに座っている選手たちも何か戦いを通じてですね、何か社会にメッセージを送ってもらいたいな。で、俺自身はまた何かバカをやらなきゃいけないのかなと思って、さっきそれで怒ってたんです。どうもありがとうございました。じっくりと詩集の方を読んでいただこうかと思います。いかがでしょうか、その他。すみません、格闘技マガジンの三木と申します。長嶋茂元選手にお聞きしたいんですが、まだルールが決まってないということで、先ほど対戦相手の青木選手の方から1ラウンドは K1 ルールでもいいって言って、で2ラウンド5体満足に帰れないって言われたことに対してどのように思っていらっしゃいますか。そしてまず1ラウンド K1 ルールでやっていただけるんであれば、それで僕は構わないです。その方が助かりますし、2ラウンドになったら秒殺されると言われたので、僕はその1ラウンドで秒殺するようなファイトを見せるだけですね。ペールワンズの山本です。桜庭選手にお聞きしたいんですけども、ウェルター級に階級を変更されたその経緯というか、その辺を教えてください。周りに落としてみないかっていう話があったので、もう全然体重的には多分落ちると思うので、大丈夫だという普通にそういう話です。それであと、最終的には、70キロに落として青木選手に挑戦できればいいかなと思いますけど。ではそれを受けて青木さん。いや、桜
桜庭さんできるんですか70キロ来年できますか？できますよし、どうもさやろう。谷川さんどうもお願いします。そのことに関してはどうもジャニーズが抑えてるんですよね。そうかちょっと交渉してみます。はい。その他いかがでしょうか。 GBR の安村です。青木選手のお伺いしたいんですけど、長嶋選手に対する印象と、コスプレで何か感じるものがあったら教えてください。そうですね、選手としての印象はすごく競技に対して真面目なファイターだなと思ってます。コスプレに関する印象というか感じたことというのは僕は何も感じてはいけない気がするので感じないようにしてます。はい。スポーツニッポンの2期です。桜庭選手にお伺いしたいんですけど、ザロムスキー選手の印象をちょっとお伺いしたいんですが。結構瞬発力があってすごい打撃とかも破壊力のあるイメージがあります。あとは髪の毛が短いとか、そういうぐらいしか分かんないですね。ちょっとこれから名前も結構最近覚えたので選手としてはすごいイメージがあるんですけど、僕ちょっとイメージとその名前をつなげるのが苦手なもので名前はなかなか覚えられなかったんですけど、最近やっと覚えて割とこれからザロムスキー選手の、ビデオを見てちょっと研究したいと思います。はい、ではお願いします。ゴング格闘技の松山です。宇野薫選手に質問なんですけど、初めてのフェザー級戦になると思いますが、これまでフェザー級に落としたことが練習でもあるかどうか、それで動けたかどうか教えてください。そうですね、体重的には落としたことはあるんですけど、試合をするのはまだ初めてですから、試合でどういう動きができるかっていうのは本当に楽しみでもあり、ちょっと不安な部分は確かにありますね。ただ本当にいい試合をするだけだと思いますんで、はい。その他いかがでしょうか。はい、お願いします。デイリースポーツの藤沢です。桜庭選手に、タイトルに挑戦するということについてどういうふうに思っているのかお願いします。すいません、何も思いつきません。最終的には青木選手に挑戦したいです。よろしいですか。はい、お願いします。TBS の高島と申します。アントニオ猪木エグゼクティブプロデューサーに、質問なんですが、今の格闘技界は、どう思われてますかということと、あとこの格闘技界をどのように元気にしていきたいか、まだ大晦日まで時間あると思うんですが、どのように元気にしていきたいかということをお伺いしたいんです。本音を言えば紅白をぶっ飛ばせってそういうことでしょ。みんながなかなか言えないことを日頃言わせてもらってますがね、その中で本当にやっぱり格闘ファンが、離れていかないようにね、どんどんまた、ファンが寄ってくるような試合がしてもらえばね、そのために私は何かさっきも言ったようにバカをやらせてもらって、人寄せパンダというか視聴率寄せパンダでも何でもいいんですが、そんなことをやらせてもらいたいと TBS は思ってるはずです。それではまだまだ元気になれることを期待してもよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり今一番大事なことは元気。今回タイトルが、勇気の力ですか、勇気、一歩を踏み出す勇気とね含めて、この混迷した時代ですから、
そういう一つの戦後本当に師匠の力道山が日本の復興をこう勇気と夢を与えてくれた、格闘のその遺伝子というかいろんな形に分かれてますがね、それは脈々と息づいていると思うんでですね、それを継承していければと思います。はい。進化してもらえれば逆に。川尻さんの顔はちょっと見えないので、もうちょっとはい。お願いします。すみません、ちょっとリクエストありまして、桜庭さんにマスクを取っていただきたいということなんですけど、よろしいですか。すみません、リクエストなんで、すみません、はい、お願いします。すみません、もう一度こちらお願いします。お願いします。3、2、3、ダどうもありがとうございました。以上をもちまして2010フィールズダイナマイト